度重なる怪獣災害の調査、予測、予防対策、事後対策などを専門とする調査研究機関、怪獣防災科学調査所、通称スキップ。襲来した宇宙怪獣の脅威にさらされた星本市でも、スキップ星本市分署のメンバーが懸命に任務に当たっている。しかし怪獣災害は星本市に限った話ではない。今やスキップの分署は日本全国に設置され、各分署には1体ずつ AI ロボットが配備されているのだ。迷わない夢、パワー共に走れ未来へ。君よ君のまま Give me fight 遠く離れて Jump into the sky。保養所の管理人か。もう現場復帰はなさそうだな。ウルトラダイヤ負けないよファイト夢ビュア共に叫ぼう世界へ。君と喜びは勝つたびに蘇るファンタスティック。恐れないブレイク夢ハッピー重ね合う My face your face。 君よ君のまま Give me give me try 突き抜けて Jump into the sky。現在地球防衛隊怪獣対策班。逃げて君に勇者としての資格があるかどうかスペシャルな試練だ。もし失敗したら力を失う。何か企んでるのかも。レポステージはその開発データを奪おうとしていた。黒いアーク。承知。強大な力を持つ者は時として世界を破滅に導く。まずい。何？これで最後ですね。ウルトラマンアークザ・ムービー超次元大決戦、光と闇のアーク。ギャラクシーアーマーキューブで宇宙最強の力を解放せよ。究極の武器アークギャラクサー。キューブを組み合わせて必殺技を解き放て。デラックスアークギャラクサーギガンティックユニバース登場。つぶらやプロ初のウルトラマン公式無料 LINE スタンプ登場。全8種の親しみやすいウルトラマン絵柄のスタンプを期間限定でダウンロードできるぞ。期間は2025年1月15日まで。この二次元コードを読み込んでダウンロードしよう。概要欄にある URL からもダウンロードできるぞ。今すぐゲット。夢を力にしてみんなの夢を守る。走れユーマ。スキップ出動だ。了解です。君の思いが私の力となる。想像力を解き放て。ウルトラマンアーク毎週土曜朝9時テレ東系列初世界同時期放送同時期配信中。そんな。
熱い。Hey yo, ミスター顔が新規臭いです。元気出していきましょう。やめろよ。この暑さの上にお前の変な片言聞いてるとほんと頭痛くなる。はあ、たくなんで南の島に飛ばされなきゃいけないんだ。ここだって立派なスキップの文書の一つです。プライドを持ってジョブしましょうよ。文書なんて名ばかりの職員の保養施設じゃないかよ。おかしいと思ったんだよ。スキップは日本の組織なのに海外の文書に転属なんて。日々怪獣調査に追われる仲間たちの疲れを少しでも癒す。これもインポータントなミッションです。わかるけどさ。はあ、回り回ってついに保養所の管理人か。もう現場復帰はなさそうだな。ここも悪いことばかりではありませんよ。空気は美味しいし、なんと言っても陽気です。切り替えてエンジョイしたらどうですか、ミスター。さすがの俺も浮かれてらんないよ。日本じゃ今大変なことになってんだぞ。おう、確かにです。映像見たけど、トリゲロスとかいう三本角の怪獣めっちゃ強かったし。そうですね。ていうかさ、あいつ前に出てきた怪獣と関係あるんだよな。一本角とか二本角の。イエス。それに星本市文書のメンバーに接触してきた異星人とも関連ありだと思います。そいつってオニキスを狙ってたんだよな。もう脅威は去ったんじゃなかったのかよ。状況を整理しよう。地球から遠く離れたアークの、いやルティオンの銀河では恒星ソニアの膨張により滅びの時が近づいていた。そこでゼズーという指導者がワームホールでそのエネルギーを逃がすことで難を逃れる策を考えた。しかしその放出先には偶然地球が。それでもゼズーは計画を決行した。自分たちの銀河を守るために見知らぬ惑星を犠牲にしても構わないと考えたのだ。だがそれを良しとしない他の指導者たちがルティオンを地球に使わした。ルティオンはゼズーゲートを封印したが、追ってきた宇宙獣モノゲロスの襲撃に遭い、封じたゲートは地球の星本市の森の深くに落下した。宇宙科学局はそれをコードネームオニキスと呼んだ。しかしオニキスの正体もなぜ地球に落下したのかも地球に住む人々は知る由もなかったのだ。ゼズーはオニキスを発見し封印を解くために次々と刺客を送り込んだ。前述のモノゲロスや16年の時を経て飛来した2本角のディゲロス、アークの能力を完封してみせた3本角のトリゲロスといった宇宙獣たちだ。そしてゼズーの腹心スイード。アークはスイードの操る宇宙獣ザディーメとの戦いの中でオニキスの破壊に成功。そう、少なくともこの時はそう思われていた。この子の電子頭脳を借りて君に声を届けている。ユーマはルティオンと志を共にする者ビオルノから衝撃の真実を聞かされる。それはビオルノさん、オニキスだ。君なヘマ君、それは。オニキスの脅威はまだ去っていなかったのだ。ウルトラヒーローズエキスポ2025ニューイヤーフェスティバル開催決定。大迫力のステージにはウルトラマンアークが毎日登場。スキップから僕と石堂さんも駆けつけます。ウルトラショットでの記念撮影やウルトラマンデパートでグッズをゲットしよう。冬休みは東京ドームシティプリズムホールで想像力を解き放とう。
ブルーレイボックス特典映像をユピーが紹介するよ。スキップみんなが選んだ名場面を振り返るぞ。ウルトラマンアーク3月26日発売。今地球に迫り来る恐怖、力を貸してくれウルトラヒーロー。さあ戦いを始めよう。ウルトラソフビシリーズ第1土曜日はソフビの日。ソフビを買ってステッカーゲット。ウルトラマンアーク、力を貸してくれアーク。キューブをアークアライザーにセットして絵柄を揃えろ。ウルトラマンアーク変身だ。デラックスアークアライザー、アーマーチェンジができるアクションフィギュアも。少なくとも全てがフィニッシュしたわけじゃないって感じですね。アークも消えちゃったって話だし、やっぱ心配だよ。 But no problem だと思います。なんでだよ。前にもアークがロストしたって話がありましたでしょ。なんか時空の穴に突っ込んでって、なんか何日か行方不明になったんだよな。突如現れた原始怪獣モグージョン。その体はなぜか攻撃を通さない。いかなる攻撃もすり抜けてしまう相手にアークは苦戦を強いられた。そこに現れた謎の宇宙人。その助けによりモグージョンに攻撃ができるようになったアーク。モグージョンが見たまがまがしいビジョンは何だったのか。拙者の名はザンギル。お主らに話がある。この地球に危機が迫っておる。謎の宇宙人はザンギルと名乗った。そして地球に迫る脅威を知らせてきたのだ。魔界じゃ。魔界。ザンギルの話によればモグージョンは幽霊のようなもの。そしてそれを従えていたのは次元を超えた先から現れる冥府の大将軍ヘルナラクだったのだ。宇宙科学局が主導し、アークの力を借りて次元の裂け目を封じる作戦が始まった。しかし作戦の途中でヘルナラクの先兵バザンガの襲撃に遭ってしまう。アークはどうにかバザンガを退けることに成功したのだが、あれはまさか冥府の闇将軍。アークはヘルナラクと共に次元の向こう側に消えた。ユーマが目覚めた先は別の次元の地球。スカードという防衛組織が特戦銃アースガロンで脅威と戦う地球であった。危ない。そこでユーマは別次元の仲間たちと開口する。シュウさん、大丈夫ですか。警護隊の夏目凛です。怪獣研究所の石田氏です。リン隊長、負傷者4名発見。手が足りない、来てくれ。はい、協力感謝します。そしてこの地球を守るウルトラマンブレイザーと運命的な出会いを果たすのだ。アークはブレイザーと共に戦った。それはアークにとって、そしてユーマにとって初めてのウルトラマンとの共闘であった。
してアークはブレイザーから新たな力を得る。それがブレイザーの力が込められた新しいアークキューブだ。アークは新たな必殺技アークスパイラルバレードを発動。ついにネイブの大将軍ヘルナラコを打倒することに成功したのだった。あの時もなんだかんだでカムバックしてました。確かにな。逆境に強いタイプなのかもな。そうですよ。He is strong guy です。まあ無駄に心配しすぎてもしょうがないよな。 Yes。こういう時はリラックスするのが一番です。私お茶でも入れてきます。おお、気が利くね。頼むわ。He is strong guy。 確かにそうなんだろうけど、あれだけ戦い続きだと疲れも溜まってんだろうな。あの保養所にアークが疲れを癒しに来たりしてな。ようこそおいでくださいました、ウルトラマンアーク様。 Welcome。日々の戦いでお疲れでしょうから、僭越ながら私からウルトラチャージを送らせていただきたいと思います。ウルトラマンアーク頑張れ、ウルトラチャージ。くだらない妄想力を解き放ってる場合じゃないな。妄想といえば星本市でなんかそんな事件なかったっけ。凛の同級生芝葵が見つけた赤い球体、それは人の願いを叶える力を持っていた。だが願いは正しいものばかりとは限らない。やめて、葵に当たる。ダメ。こんな世界ぶっ壊れてしまえ。ぶっ壊せ、ぶっ壊せ。肥大化した憎しみが形となり、キングオブモンスを呼び出してしまったのだ。キングオブモンスは葵の憎しみが乗り移り、強力な力を秘めていた。私が間違ってた。助けて、誰かウルトラマンを助けて。自らの行いを悔いた葵が助けを願った時、その思いがなんとあのギバスを呼び出した。
赤い玉よ消えて。赤い玉が引き起こした事件は人の思いを形にする不思議な出来事だったのだ。ウルトラマンカードゲーム怪獣たち、そしてウルトラヒーロー多数収録。ウルトラマンアークトリプルレアの効果でシーンカードを張り替えろ。ティガゼペリオン光線トリプルレアはヒーローの場所を入れ替えられる。ブースターパック星の守護者たち。ウルトラマンカードゲーム。ウルトラマンカードゲームに2つの構築済みデッキが登場。超時空の英雄たちはウルトラマンティガ、ダイナ、ガイアが共演した劇場版をテーマにしたラインナップ。ゼロの絆はウルトラマン Z、ジード、ゼロが共に戦ったエピソードをテーマにしたラインナップ。基本的な効果で手堅くゲームを進められる超時空の英雄たち。キャラクターのタイプによる相性差で攻めるゼロの絆。君はどちらのデッキを選ぶ？数々の激戦をくぐり抜けてきたウルトラマン Z。 そんな Z にゼロからのメッセージが届く。見知らぬ惑星に降り立った Z を待ち受けているものとは。新番組ウルトラマンニュージェネレーションスターズ、1月25日土曜朝9時スタート。スキップが亡くなってるんだよね。不思議な出来事といえばこの事件のことも忘れてはいけない。モーニングやってますよ。人々の生活、記憶が次々と書き換えられていったのだ。スキップのこと本当に覚えてないんですか？スリップ知らないな。スキップです。一旦出直しましょう。ユピーのことも探さなきゃならないし。あんたらユピーを探してんのか？知ってるんですか？知ってるも何も。ほらうちのユピー。そしてその裏には白い仮面をかぶった謎の男の存在があった。誰なんですあなたは？楽園を夢見るただの男さ。見なさい、今の君になら見えるはずだ。私はそれを柱と呼んでいる。不安や苦しみといった心の憂いを吸収する力がある。知っての通り、我々人類が抱える最大の憂いは怪獣だ。アークの存在が怪獣を消し去ることの妨げになっているんだ。できませんよ、そんなこと。できるさ。ただ身を委ねさえすればいい。名前も顔も捨てた私のように。古代から出土した柱と呼ばれる遺物。その力で男は人々の記憶を改ざんしていった。そうして不安や苦しみから解放することで人類を楽園に導けると信じていたのだ。だがユーマの心からアークの存在を完全に消すことはできなかった。承知。逆転の鍵はやはりユーマの想像力にあったのかもしれない。どうもあれぐらいの時期の記憶が曖昧なんだよな。急に怪獣がいなくなっちゃったような気もするし、あ、そういえばもう一体アークが出てきたような。なんか黒っぽい。あれどうだったっけ？
どうしました？いや、なんでもない。マリンピー特製のハイビスカスティーです。気分が落ち着きますよ。サンキュー。うんま。よかったです。星本氏文書の連中もこうやって少しは休めるといいんだけどな。今は大変な時なんだろうけど。そうですね。彼らもアークに負けず劣らずストロングガイズだと聞いています。ああ、俺にも噂は届いてるよ。社長のバンヒロシさん。やっぱリーダーがしっかりしてるんだろうな。Yes。それに可愛い娘さんもいらっしゃるみたいなんで、きっとどんな困難にも負けないと思います。娘か、憧れるな。ミスターはまずはマリッジする相手を見つけないとですね。ほっとけ。こう言ってんの夏メリンさん。機械に強い子なんでしょ。そうですね。私と同型のユーピーさんと一緒に日々活躍してるそうです。なんかナイスコンビって感じだよな。応援しちゃう。お任せ。防衛隊から出向している石戸修さん。その人の活躍には期待してるんだよ。ずっとオリックスの謎を追ってるって話です。きっと星本氏を救ってくれると思います。だな。そして若き怪獣生物学の専門家ヒゼユーマさん。確かモノゲロス案件の当事者なんだよな。いや、その時にファーダーとマザーを亡くしてしまってるそうです。君のそっか。でも今はみんなを守る最前線に立ってるんだろ。君の大したもんだよ。そうですね。僕はそれにきっと、いや絶対にアークも戻ってくる。その通りです。彼は私たちのウルトラヒーローですから。なんでこんな南の島の保養所に飛ばされたんだって腐ってたけどさ、あんなに頑張ってる人たちの癒しになれるんだったら、やっぱこれも意味のある仕事だったんだよな。そうですよミスター。よし、星本氏に真の平和が訪れたら彼らを招待しような。最高のおもてなしで疲れを癒してもらおう。オーライです。星本氏文書のみんな、それにウルトラマンアーク、海の向こうから応援してるから頑張ってくれよ。私たちも皆さんの勝利を信じてます。よし、いつ星本氏文書の連中が来てもいいように掃除だ掃除。オーライです。Thank you。暗闇に現れたアークの衝撃的な告白、スキップでの日々、怪獣たちとの戦い、そしてアークとの出会い、その全てがこの16年間の全てが幻だっていうのか。次回ウルトラマンアーク舞い降りる無限、走れユーマ。負けないよファイト夢
見てくれてありがとう。またいつでも会えるように夢見る力を忘れないでほしい。